皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、1945年8月15日の日本敗戦後に起きたソ連による違法な侵攻により捕虜となった元日本兵が、名保劇場の建設を行い、大地震にも崩れなかったというエピソードをお届けいたします。日本人の勤勉さが遠く離れた異国の地で称賛されたことは、同じ日本人として誇りに感じますね。中央アジアの国々は、ソ連崩壊前には社会主義国家の一員として存在していました。しかし、中央アジアの国々は、冷戦期にはいわゆる鉄のカーテンによって日本との交流はほとんどなかったにもかかわらず、親日国家が多いことで知られています。それには理由があって、戦後にソ連軍によって捕らえられ中央アジアに抑留された元日本兵の存在があるからです。抑留されるという事件が起きたのは、1945年8月15日の終戦2日後となります。ソ連軍が日ソ中立条約を反故にし、満州に攻め入ってきたのです。奉天の飛行場では、永田幸雄大尉率いる第10野戦航空部隊が航空機の修理を担当していました。捕虜となった第10野戦航空部隊は貨物列車に乗せられ、1ヶ月半後の10月下旬に奉天から約4000キロ離れたウズベキスタンの首都タシケントまで移送されました。帰国ができると思って乗り込んだ永田大尉らは、絶望の淵に突き落とされました。ソ連の行為は明らかに国際法違反であったわけですが、敗戦国になるということは、こういうことを言うのかもしれませんね。そして、永田大尉らに言い渡されたのは、約2年後の1947年11月7日のソ連革命30周年までに名保劇場というオペラハウスを建設することでした。終戦によって家族との再会を果たせると喜んでいた日本兵の落胆は想像に難くないでしょう。名保劇場とは、アレクセイ・シュチューセフが設計した収容観客数は1400人で、舞台の広さは540平方メートルの建物です。この時、永田はまだ24歳でしたが、この若き将校は日本から遠く離れた地で457人もの抑留者を指揮して、壮麗な劇場を建設するという大プロジェクトを担うことになったのです。永田は日本兵に対して、我々の最も重要な使命は全員が無事に健康な状態で日本へ帰国し家族と再会することだと約束します。しかし、置かれた立場は収容所に入れられた捕虜です。重労働に加え、食事においても働きの良いものとそうでないものとでは差別されていました。食事の量は作業ごとにノルマが与えられ、その出来高に応じて増減されていたのです。重労働と空腹によって日本兵には不満がたまり騒動が勃発しそうな状態だったといいます。このままでは全員を無事帰国させることはできなくなると思い、永田は与えられたノルマを達成し多めに支給されていた自身の食事を他の者に分け与えました。それを見ていたソ連兵はびっくりしたそうです。ところが、ソ連人の収容所所長は永田の行為は規則違反だと怒り出したそうですが、社会主義の仕組みを逆手にとって自身に与えられたものをどう処理しようが関係ないのではないかとの説得によれ容認したのでした。そしてウズベキスタンに次々と送られてくる抑留者の中に日本大学建築学科出身の若松律恵がいました。ソ連側は工事を加速するため若松を工事責任者に任命します。それからの劇場建設は永田と若松の二人三脚の指揮の下で進められるようになりました。永田は若松に対して日本人の誇りと意地にかけてソ連の歴史に残る最良のものを作りたいと語り、意見が一致しました。国際法違反である強制労働下にあっても永田と若松は手を抜かない仕事をすることを誓ったのです。日本人としての誇りを持って仕事をしている姿は、ソ連兵やウズベク人もやがて心を打たれることになり、合同演芸会が行われるほどになったそうです。そして、十分な食事をとることができていなかった日本兵に、ウズベク人の一般市民からパンの差し入れがあったりしました。こういったことは、戦争で息子さんを亡くした女性が、自分の息子と同じ年頃の日本兵捕虜と戦死した自分の息子を重ねた結果なのでしょう。こうして1947年9月の初旬、永田はソ連側の責任者に仮竣工式を行うということの了承を得、劇場の仮完成式が行われました。そして中旬の日曜日に一緒に働いたロシア人、ウズベク人が続々と集まり、永田に握手を求めるとともに、日本人は本当によくやってくれた、素晴らしい民族だと言ってくれたのだそうです。そして仮竣工式に私たちの作った舞台でロシア人、ウズベク人がバレエを披露するので見てほしいと言ってくれたのだそうです。日本人とロシア人、
ウズベク人の共同作業は力を合わせて行われていたことがうかがえるエピソードです。その際、挨拶を求められた永田は、ナボイ劇場は日本人を中心に一緒に働いたロシア人、ウズベク人との汗と涙の結晶だと語りました。そしてソ連兵やウズベク人と共に完成の喜びを分かち合ったのです。その後、ナボイ劇場の建設に携わった抑留者たちは帰国を果たしますが、残念ながら帰国できたのは2人少ない455人でした。1人は列車による事故死、もう1人は高所作業中の転落死でした。それでも30万人以上が死亡したシベリア抑留の中では奇跡的な生存率と言えます。ナボイ劇場の完成から約20年後の1966年4月25日、タシケントを直下型地震が襲うことになります。約8万戸の家屋が倒壊し壊滅状態となったタシケント市内にあって、ナボイ劇場は無傷で立っていました。このナボイ劇場の奇跡はウズベキスタン国内にとどまらず、隣国のカザフスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギスにまで広がり、日本人の勤勉さ、技術力の高さを称賛する尊敬すべき日本人感が生まれることになったのです。1996年、カリモフ大統領はナボイ劇場に建設に携わった日本人を称えるプレートを設置しました。そしてその記念プレートには日本人の名誉のために捕虜の文字は記載しないようにと配慮されました。そのプレートは日本語、英語、ウズベク語、ロシア語で次のように記されています。1945年から1947年にかけて極東から強制移送された数百名の日本国民がこのアリシェルナボイ劇場の建設に参加し、その完成に貢献した。中央アジアと日本との絆の陰には、抑留されながらも日本人としての誇りを失わなかった元日本兵たちの貢献があったのです。いかがだったでしょうか。戦争というものは本当に不条理で誰にとっても不幸な出来事です。国を思い、家族を守るために異国の地で戦い、生き残ってもシベリア抑留という生き地獄の中にあって、日本人としての誇りを守るために与えられた課題を乗り越えただけでなく、日本から遠く離れた国々に日本人という誇り高き民族の爪痕を残してくれました。空腹と戦いながらの重労働に耐えられたのは、国のため、日本で帰りを待ってくれている家族のためという思いがあったからでしょう。2015年、平成27年10月、安倍首相がウズベキスタンをはじめとする中央アジア5カ国を訪問されました。ウズベキスタンでは日本人墓地を墓参したのですが、旧ソ連時代には日本人の墓を作ってはならない、掘り返して亡骸は捨てろという命令が下ったそうです。しかし、ウズベクの人たちはこっそりと日本人のお墓を守ってくれたのだそうです。本当に感動的な話です。なぜお上の命令に背いてまで日本人のお墓を守ってくれたのか。それは捕虜でありながらもウズベクのために建物を建てたり発電所を建てたりしてくれたことによって自分たちの生活を支えてくれていることへの恩返しだったのでしょう。ウズベク人の親は我が子に日本人捕虜のようになりなさいと教えているのだそうです。人が見ていなくても与えられた仕事を一生懸命こなしている姿に人として感動したからだと思います。またこのような話もあります。当時ウズベキスタン全体では大戦後2万5,000人の日本人抑留者が強制労働に従事して道路や運河、発電所、市庁舎、学校などを作りました。ナボイ劇場はその一つであり、どの地方でも日本人が勤勉に働いていた様が語り継がれています。しかし日本人墓地の状態というと、何もない枯れ野原にちょうど人が横たわっているような盛り土が幾筋もはるか遠くまで並んでいる状態でした。墓標もなく、ただ頭のあたりにはがき台の小さな鉄板が刺してあり、そこには捕虜の番号と思われる記号と6桁の数字が彫ってあったのです。日本人墓地は家族も町の人々も皆、日本人のお墓は大切にしなければいけないと語り継がれており、整備するだけの余裕はなかったが、草を刈ったり掃除をしたりして大切に保存してくれていました。そして戦後遺族がウズベキスタンに行った際、父親のお墓を現地のウズベク人が自分の友達だと言ってお墓の手入れをしてくれていたことを知り、現地の方と亡き父親との深い友情を感じ取って、遺骨を日本に持ち帰るより戦友たちと一緒にウズベキスタンの人々に温かく見守られながらここで眠るのが一番いいだろう、それに反対する人は関係者の中にはいないだろうという結論となり、墓地整備に踏み切ることになったそうです。こうして日本人墓地の整備への募金を集め、ウズベキスタン政府に日本人墓地の整備をしたいとお願いしたところ、
スルタノフ首相からすぐに返事が返ってきたそうです。その返事とは、ウズベキスタンで亡くなった方のお墓なのだから、日本人墓地の整備は日本との友好関係の証としてウズベキスタン政府が責任を持って行います。これまでできていなかったことは大変恥ずかしい。早速整備作業に取り掛かりますというものでした。そしてその日本人墓地整備には多くの現地人ボランティアが参加し、石を切り出し、磨き、垣根を作ったり、墓石の周囲になるべく雑草が生えないように砂利を敷いて丁寧に作業を進めてくれたそうです。こういった話は日本でも語り継がなければいけないことですよね。このように他人にしてもらったことへの感謝の気持ちが感謝を呼び、素晴らしい関係を築いていくことになると思います。この動画を作成するにあたり、多くの資料に目を通しましたが、改めて先人たちの生き様を知り、私も先人たちに恥じないよう生きようと思いました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。